やはり私はものを作る人間でいたい。自分のやり方で変えていったりするのが伝統を守る。うちの工房ずっと私で4代目で続いてきてるんですけど、私の子供の頃はもっとおりこさんって言って旗を回してくれるおばちゃんですねが、10人ぐらいいたのかな。で学校から帰ってくるとそこが遊び場、工場の中が遊び場なんですよね。ちょうどおやつの時間ぐらいに帰ってくるので、その時間に帰ってきて工場のおばちゃんたちと話しながらおやつ食べたり、夏はアイスクリーム食べたりとかで、ちょっとお手伝いをするとお菓子くれたり飴くれたりするんですよね。父ももうずっと工房の中にいましたんで、それを仕事を見ながら覚えてるような感じ、自然と体が覚えてるような感じですね。でずっと過ごしてました。工房の裏の川とか見ると赤い水が流れてきて、今日は赤のかすりを染めてあるとか、青を染めてあるとか、そういうのが見れたりとかですね。今はもう環境の保護のところでできないですけど、そういうもうどこに行ってもかすりが溢れてるような街だったんですよね。久留米がすりの魅力っていうのは、その伝統工芸品でありながらその使いやすさだったり風合いの良さっていうのが、一番の魅力になってくるんですよね。使ってみて初めて分かる魅力なんですけど、そこは200年っていう歴史の中でずっと続いてきて、で変わらず愛されてきたっていうところが一番の魅力になっていると思います。難しいなっていうのはやっぱり一番はデザインですよね。デザインが一番難しいです。なかなかアイデアが出てこない。絵を描くだけなら簡単なんですけど、ある程度制限のある久留米かすりという織物の中で表現をしていくっていう時に、どう表現をしたらいいのか、やはり削っていく作業っていうのがかなり大事になってくるんですね。削りすぎちゃうとなかなか自分の表現したいものにもならないし、詰め込みすぎちゃうと今度ごちゃごちゃしていい柄にならない、かすりとして成立しないものになったりするので、そこが一番難しいところですね。
久留米とか私たちが使ってるすくも藍っていうのは回数を重ねて塗覆していくので、深みが違うというか、色落ちした時でも全然綺麗さが違う。技術継承についてっていうことなんですけど、重要無形文化財っていうものが根底にありまして、後世に残すべき技術として重要無形文化財の指定を受けてます。でその技術に関しては重要無形文化財技術保持者会っていうのに私は所属をして、毎年、技術検査っていうのを受けながら、技術の伝承事業っていうのをやってます。他のその新しい技術、例えば多少機械化されてる部分だったりとか織に関してもそうなんですけど、そこはやはり工房独自で、いろんな活動をしながら後継者を育てていくことをやってます。若い人たちを積極的に、雇用してで、ベテランさんから技術を少しずつ教えていく。各工房で、技術継承のために新しくいろんな動きをやってます。それから組合の方でもやはり、職人さんを育てようっていうことで、昔は職人さんって出来高のお仕事だったので生活がままならない。やはり新しい人たちが入ってくるっていうのはそこが一番の問題になってくると思うんですよね。だから、それを組合で職員として雇用して技術を教えながら仕事をしながら生活を確立させていくようなやり方、新しいやり方ですね。そういうところにもちょっと力を入れて、で業界全体で、100年後とは言わないけど、私たちの次の世代少なくともですね、そこには技術を残していけるように、継承のための、いろんな活動はやってます。
かすりを制作する上で私がいつも大切だと思ってるところ、これ2種類ありまして、手織りに関しては、とにかく毎回冒険をする、技術だったりデザインだったり、同じようなものを作るんではなくてちょっとなんか新しいことをやってみる、そこに、私の色を出していくっていうところをいつも大事にしてるかなと。それからもう一つ、機械織りのものを作る時っていうのはいつもだいたい注文をいただいて、作ります。だから、手織りと逆に私個人を消すっていうのをいつも思ってます。こういう柄を作ってくださいって言われたところに私の味が出ちゃうと、それは向こうが欲しいものじゃないんですよね。向こうが欲しいものは、相手さんのブランドなりデザイナーさんの、味の出たもの、そこに私が入っちゃうと混ぜ物になっちゃうんで、とにかく私個人を消すっていうのをいつも大事に思ってます。今でも自分の代表作って思ってるのが「波の花」っていう手織りの作品で、私が結婚する時に、私の奥さんの振り袖を作ったんですね。それは今でもやっぱり自分の代表作って言っておかしくないものですし、その一番最初の波の花を抜いていける作品っていうのはなかなか出てこないなっていうところですね。最近ですとそのコロナ禍っていうのがあって、もちろん私たちの業界もかなりのダメージをもらってて、問屋さんも百貨店っていうのが軒並みその休業っていう形で売り先がなくなって、売り先がないっていうことは私たちの注文もなくなるっていうことで、もう本当にぱったり注文がゼロになったっていうことがあるんですけど、そんな時にうちの母はうちの製品を作ったり洋服作ったりしてるんですけど、マスク作ろうと、マスクが足りないってマスク作ろうと、生地は山ほどある、じゃあマスク作ってちょっとでも売れたら、ね、売り上げになったらいいねっていうところで、やってました。私も多少ミシン使えたりとかするので手伝ったりとか、娘たちも学校が休みになってるので、みんな手伝ってくれって言って、裁断を手伝ってくれたりとか、いろんなとこでちょこちょこと手伝いをしてくれて、で最初はそのちょっとだけ販売して知り合いに、本当に生地代ぐらいの感覚で販売してたのが、ちょっとマスクを下ろしてくれんかねっていう話になって、で出してみたところ、明日までに100枚ちょうだいとか200枚ちょうだいとか、なんかマスク屋さんみたいになっちゃったんですよね。
でやっぱり使ってもらうとその分かる魅力っていうのがあるんだなっていうのを改めてそこで実感した。まあそういうマスクっていう小さい入り口から洋服今度欲しいって言われる方もたくさん出てきましたし、小物からでもいいんでかすり使ってもらって良さを知ってもらって、で、かすりの愛好者になってもらうっていうそういう流れを気づかせてくれたというか、そういうきっかけにもなったんで、まあ悪いばっかりじゃなかったかなっていう気もしますね。本当にコロナのマスクがきっかけでかすりを好きになって使い始めたっていうお客さん結構うちいますので、まあ苦労はしましたけど良かったのかなっていう気はしますね。お客様の反応で、まあ一番印象に残るというか私たちが嬉しいのは、例えば去年買われたかすりを目の前に来てきたよって言ってもらうのが本当に一番嬉しいんですね。もう本当使ってもらってるっていうとか、まあ数年前に買ったかすりまだ来てるよって言ってもらえるのが嬉しいんですよね。やっぱりそうやって使ってもらってるっていう反応を目にするのが一番嬉しいし、作る励みにもなりますし、あとはその自分が手がけたかすり、まあ、問屋さんに卸したものだったりデザイナーさんに卸したもの、アパレルブランドに卸したものがたまにテレビで使われてたりすることがあるんですよね。でそういうのを見ると、あ、うちで織ったかすりもう嬉しくなるんですよね。やっぱり自分が手がけたかすりが他で使われてるのを目撃するとこが一番嬉しい、かな。やっぱりそうやってファンの方って大事に来てくれてるんだなっていうのを実感するというか、それはもう本当に作り手としては嬉しい、一番嬉しい瞬間ですね。現在久留米かすりで使ってる動力食器っていうのが1906年製のトヨタ自動食器、株式会社が作った Y 式食器っていう形になるんですけども、まあどこの機屋さんも動力機械よりはそれを使ってます。でなんでそれを使うのかっていうのが、まあ正直それしかないからですね。まあいろんなそのかすりを作る上での制限とか、まあ技法的なものとかがあるんですけど、最新式の食器で折ろうと思って多分折れると思うんですよね。じゃあその新しい機械を開発していくのにどれぐらいお金がかかるかっていう、まあ、人的なものとかですね、そういうのを計算した時にその今から先の久留米かすりの業界のことを考えると必要なことかもしれませんけど、やはりそこに割く力がない。だったら、まあ、今ある機械を使った方がいいんじゃないかっていうことで、多分使い続けることにこれから先もですね使い続けることになると思うんですけど、私は逆にその古い機械を使ってるっていうところも一つの、まあ、特徴だと思うんですよね。
その古い和式食器で織られたものが久留米かすりですよっていう、一つの大きなアイデンティティになってると思うので、私は古い機械、もう本当に故障も多いですし、部品も全然ないですし、本当に言うこと聞かない機械なんですよね。もう本当にその日の天候とか気候とかに左右されて、毎日調子を見てあげないといけないような機械なんですけど、やっぱりうち今7台現役で動いてますけど、それぞれに特徴があって、この機械は細かい柄でも得意だよとか、この機械はちょっと早いんだよね、早くは折れるんだよねとか、それぞれに特徴があって、で愛着もあるしですね、子供の頃から見てるので愛着もある機械なんで、これから先もずっと使い続けていくことになるとは思うんですけどね。古い機械を使い続ける理由の一つでもあるし、これから先も使い続ける理由ですね。久留米かすりって手織りと機械織りっていうのが2種類あるんですけど、違いというところで言えば、手織りは伝統的な技術を使って、最後まで手で、やっていく。間にそのくくりなんかは機械化された部分も入ってますけど、最終的に織る時に人力で織るのかモーターのついた動力織機で織るのかっていうのが一番の違いになってきます。で、なんで手織りでやった方がいいのかとか、それはもう柄の小ささ、細やかさですね。柄がやっぱり細やかな柄が綺麗に出せるっていうのは手織りならではのものですし、機械はやはり多少乱れてしまうものなので、それ専用に機械用に、柄を描くんですね。そこが機械織りと手織りの違い。また手織りっていうのは染色がもうほぼ藍染めです。今でこそちょっと化学染料のものとかも出てますけど、基本的には藍染め、機械よりは化学染料っていうことになってきますけど、じゃあ化学染料の機械よりが悪いのかっていうとそうじゃなくて、機械よりの方が価格的にも抑えられる、量産ができる分手に取りやすい価格で、扱いも簡単であり、色落ちもしないっていうところですね。それぞれに特徴があるので、やっぱり手織り機械織り、両方が残ってる産地って日本にないんですよね。だいたい手織りしか残ってないところ、機械織りしか残ってないところっていうのがほとんどなんですけど、久留米は手織りも機械織りも両方残ってるっていう、そこが久留米かすりの特徴でもあるし、手織りと機械織りの良さにもなってきますね。
薬を広めるためにこういう活動をしてますよとか、本当にいろんな活動をしてるんですね。組合であったり個人であったりとかで、うちももちろんやってます。いろんな学校の講演会を受けてみたりとか、学校の生徒さんがうちに来て藍染め体験をしたりとか、そういうこともやってますし、アメリカに、ちっちゃい卓上鳩を持ち込んで、機織り体験のワークショップを1週間、やりに行ったりとかですね、いろんなことをやってます。新しい取引先さん、私たちが直接海外に持ってったりするのもありなんでしょうけど、なかなかそこ難しいので、新しい取引先さんで海外に展開してあるようなところと取引を始めて、で使っていただく、かすりを使っていただくことを活動の一環としてで、使っていただいた時にかすりとして紹介してもらえませんかっていう話をする。なかなかそのブランドさんってかすりは使うんだけど、久留米かすりって紹介をしてくれなかったりするんですよね。でそこを紹介してくれるブランドさん、久留米かすりをちゃんとリスペクトして、かすりを使ってますよって歌ってくれるようなブランドさんを見つけてみたりとか、本当に小さい活動なんですけど、広めるためにはそういうとこからやっていかないといけないし、地域でも後継者になってもらうために地域の学校、小学校、今度私は小学校にも行きますし、出身校でもちょっとやってくれないかっていう町からの依頼も来てますんで、そういうのを受けてみたりとかですね、そういうことを、地道な活動をしながらかすりをどんどん広げていけたらなっていうふうには思ってますね。今後この工房で、制作を続けていく上で、どうなりたいかっていうのがなかなか見えてこない部分もあるんですね。毎日納期に追われて、機械織りの反物を注文いただいて、制作をしてるとこなんですけど、そんな中で他の工房さんだといろんな、百貨店とか、ギャラリーとかに出向いて販売をしていくっていうのを一生懸命やってある工房さんもあるんですけど、うちは規模が小さいのでそこがなかなか難しいんですね。でどうしていこうかってずっとここ数年悩んでるとこなんですけど、やはり私は物を作る人間でいたいと思ってるんですね。できるだけ、自分で物を作る作家っていう形ではなくて職人でありたいって思ってますので、注文をたくさんいただけるように、いろんなものを作ってこういうことをやってますよっていうのを少しずつ発信しながら、小規模で少ない数なんだけども富久に頼めば確実に思ったものができるっていうものづくりを目指していきたいなとは思ってますね。注文したいって思われるような工房になっていきたいのかなっていうのは、うっすらと感じてはいますね。Sunshine, and we'll dance in the rain.
your love.